75年前、日本に上陸した。民主主義、言論の自由は、75年が経過した今でも未熟なままだ。なぜなら、日本の民主主義、言論の自由が成長してしまったら、お前たち既得権益は、存続できなくなってしまう。お前たちは、庶民の自由を食い物にすることで、生き延びてきた。拉致された男が言う。既得権益を守る力は、誰にも止められない。それは私にはどうにもならないことだ。既得権益を守る力は強力だ。つまりそれは権力なんだ。大勢の人間が関わっている。大勢の人間の利害が絡んでいる。そして彼らは莫大な資金を持っている。彼らはその権力を守るためなら、どんな悪どい手だって使う。どんな残酷なことだってする。私にそれを止めることなどできない。それに、もし仮に私が正義感に駆られて、それを止めようとしても、結局は私自身の首が飛ぶだけだ。そして別の誰かが、これまで私がやっていたことと、同じことをするだろう。要するに、止めようとすることに、意味なんてないんだ。拉致した男が言う。だから日本人は、民主主義という権力の力を知らない。日本人は、選挙権という権力の力を、過小評価する。だから日本人は、自分たちが有権者であることの、本当の意味に気づけない。既得権益は次々と新たに生まれ、なくなることがない。強い民主主義を維持するためには、庶民は常に既得権益と戦い続けるしかない。民主主義とはそういうものだ。自由とは戦って勝ち取るものだ。この日本でそれを知る者は少ない。今の日本には大勢の貧乏人がいる。お前のような奴がいるから。大勢が貧困にあえがなくちゃならない。奴隷のようにこき使われても、お前たちの言いなりになるしかない。縛られた男が言う。だからそれは、私にはどうにもならないことなんだ。だが、お前の罪であることに違いはない。拉致された男が言う。それなら、教えてくれ。私は、どうすれば、よかった。世の中には、競争がある。
だから、勝つ者と負ける者がいる。この世の中は弱肉強食だ。弱い者は食い物にされる。それがこの世界だ。この世界はそうできてる。それは仕方のないことだ。拉致した男が言う。ダーウィンの進化論か。くだらんものを持ち出すやつだな。ダーウィンの進化論というのは、論理に根拠がないそうだ。つまりあれは、ダーウィンというやつの、想像でしかないのさ。それを知ってるか。拉致された男は、言葉を返さない。まあいい。仮にこの世の中が、ダーウィンの言う通り、弱肉強食だとしよう。そして人間というのは、社会というものを作る。つまり人間というのは、社会的な生き物だ。だとすれば、人間の世界では、その社会で役立つ者が強者で、役立たずが弱者ということになるはずだ。お前はこの社会で、一体何の役に立った？確かにお前は、東大、法学部卒業の、大した学歴を持ってる。国家総合職試験にも合格した。エリートだ。だがお前は、庶民の権利を搾取して、自分が金持ちになっただけだ。つまりお前は、一種の害虫だ。お前はこの社会で、何の役にも立っていない。お前のような役立たずが、なんで強者なんだ。お前はただの、めめしい悪党だ。知っているか。人間には、心というものがある。その心を傷つけられると、人間ってのは、苦しまなくちゃならない。そしてこの日本では、既得権益のために、大勢の人間が心を痛めて、苦しんでいる。大勢の人間が、お前のために苦しんでいる。でも、お前に苦しめられている人間は、お前のことを知らない。自分が誰かに苦しめられている。ということにも気づいていない。苦しめられている人間は、自分がどこの誰に苦しめられているのか知るべきだ。そして、自分を苦しめる人間を恨むべきだ。でもお前は、見つからないように隠れている。お前はもっと憎まれるべきだ。大勢の日本人にもっと恨まれるべきだ。
でもお前は隠れている。お前のような奴はこの世にいない方がいい。私を殺すのか。私を殺してどうなる。お前が死ねば、この世の中も少しは良くなるんじゃないのか。世の中を良くしたいのか。私を殺しても世の中は良くならない。私が死んでも他の人間が私と同じようなことをする。いや、もっとひどいことをするかもしれない。だから、お前は許されるのか。だからお前は助けてもらえるのか。違う。私は事実を言ってるんだ。日本は、こういう国なんだ。嫌なら日本から出ていけばいい。もっといい国に行って、そこで暮らせばいい。俺にこの国から出て行ってほしいのか。違う。あんたが、この国が嫌で、この国を出ていくかどうかは、私には関係ない。確かに、出て行きたいやつは、そうすればいい。でもあいにく俺は、そうじゃない。つまりお前は、勘違いしている。俺がこの国を、出ていくかどうかが、問題なんじゃない。お前がこの世から、いなくなるかどうかが、問題なんだよ。拉致された男の首に、何か首飾りがついている。拉致した男がそれに気づく。首飾りにどんな飾りがついているのかは、ワイシャツに隠れてしまっていて、わからない。拉致した男がその首飾りの先を、ワイシャツから引っ張り出すと、十字架がついている。お前は、キリスト教徒なのか。そうだ。お前は神を信じてるのか。そうだ。私は神様を信じてる。お前のような悪党が、神を信じてるのか。確かに私は、悪党かもしれない。でもそれは、仕方のないことだったんだ。お前のために。どれだけの人間が苦しんだと思う。神を信じてる奴が。そんなことをしていいのか。一体私に何ができた。私にどうしろと言うんだ。それならもう一度教えてやる。大勢の人間がお前のために苦しんでいる。でも、お前に苦しめられている人間は、お前のことを知らない。自分が誰かに苦しめられているということにも。
気づいていない。苦しめられている人間は、自分がどこの誰に苦しめられているのか、知るべきだ。そして、自分を苦しめる人間を、恨むべきだ。でもお前は、見つからないように、隠れている。お前はもっと憎まれるべきだ。大勢の日本人に、もっと恨まれるべきだ。でもお前は、隠れている。まあいい。お前は悪党だが。悪党が神様を信じちゃいけないわけじゃない。人間には、神様を見ることなんてできない。見えないものを信じるなんて馬鹿げてる。だから俺は神様を信じたことはない。だが、よく考えると俺はいつも神様を求めていた。物心ついた時からずっとだ。神様、どうか俺を助けてくれ。俺はずっとそう思って生きてきた。そしてある日、俺は神様の声を聞いたよ。神様はこう言った。奴らの苦しみの声を聞け。奴らが絶望に打ちひしがれる顔を見ろ。その奴らが俺に喜びを与えてくれる。俺に生きる意味を与えてくれる。だから俺は、お前のような奴が好きなんだ。つまり神様っていうのは、信じるもんじゃない。神様っていうのは、求めるものだ。命をかけてな。そしてもし、運が良ければ、明日も生きられる。そういうもんさ。どうだ、お前の信じてる神様が、お前を救ってくれるかどうか。試してみようじゃないか。君は一体、私をどうするつもりなんだ。つまり、お前は今、縄で縛られて、椅子にくくりつけられている。身動きもできない。だが俺は、そうじゃない。だからなんだ。つまり、今ここでは、お前は弱いもので、俺が強いものってことだ。だからなんだ。つまり、この世の中は、弱肉強食なんだろ。どういうことだ。一体何が言いたい。つまり、強いものは、弱いものの肉を食うんだろ。再生リスト7に続きます。